腐ってるね。腐ってますね。二眼メーター、縦オドメーター、かっけー。2000回転以上、回らない。回りませんね。かぶってるね。かぶってますね。おお、突然回り出した。なんで？皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日は新しいバイクを紹介したいと思います。と言っても新しくはないです。めちゃくちゃ古いバイクです。新しくうちに仲間入りしたバイクというのを紹介したいと思います。こちらのバイクが CB125 です。で CB125 って昔からずっと作られているので種類めちゃくちゃ多いんですよね。でその中の何かっていうと、K3 と呼ばれています。買う前は知らなかったんですけど買ってから調べました。買う前に調べんかい。で例えば K2 とか K3 とかあるんですけども、 K1 はメッキカバー付きタンク、 K2 はフロントフォークのリフレクターなし、 K4 はリアサスペンション丸見え、 K5、K6 はタンクの形状が違っていて、特に K6 は通称ゴジラタンク。違ってたらごめんなさい。これは、1969年もしくは70年あたりに作られたオートバイです。今から56年前ですかね。56年前のオートバイになります。でわざわざどうしてその56年前のオートバイを買って嬉しそうにしてるのかっていうのを、説明しますと、実はちょうど50年ぐらい前ですかね、私が高校生の時に友達が乗っていたバイクなんです。この CB125 の K3 全く同じです。カラーリングは違うんですけど、でその時は私は CB の250のエキスポートっていうのに乗っていました。で当時どちらもねもうすでに古いバイクなんですよ。当時のもう新しいバイクっていうのはインナーチューブが外に出てて、でそれが非常にかっこよくて、こういうふうに隠れているっていうのはもう古いというイメージしかない。当時から古くて新しいバイクに憧れはあったです。でもね古いバイク、その CB のエキスポート 250cc なんかねめちゃくちゃ速いんですよ。で友達が当時乗ってたのは、一番高いんで言うと GS の400、それに GT の38、KH400、KH250、それに CB250T ツインですね、コムスターホイールが出ているやつで、そういうに乗ってたと一緒にこう走ったりするんですけども、この CB 古い CB がねよく走るんですよ。特に KH って2ストなんで速いと思うんですよ。KH の250って速くないんですよね。車体によっていろいろ違いがあるんかもしれないんですけど、だから一緒に走ると KH の400といい感じで走れるんです、その250のエキスパートは。だから古いバイクってあんまりバカにしちゃいけないなっていうイメージがあります。よく走るなと。それも昔ですから、今の最新のバイクに比べるともう全然フレームのねその強度とか違うんで、すぐにこうフレームよじれたりするので、もうその辺の強度はもう全然違うと思うんですけど、ただねじゃあ何が気に入ってるかっていうと、やっぱこのスタイルですよね。ノスタルジックなこの感じのスタイル、これが気に入ってます。お気に入りのツインメーターです。タコメーターとスピードメーターが一つのケースの中に入ってて、今では絶対にないデザインなのでめちゃくちゃ気に入ってます。でそれにオドメーター、これが縦のってもう絶対ないじゃないですか。個性的ですごく気に入ってます。 125cc で2気筒ツインキャブは今や絶滅種。最近ってこういう旧車の値段がどんどん上がってて、なかなか手に入れることができなくなってるんですよね。でフェンダーも状態としてはすごくいいですね。ただ錆が浮いてきてるので本当は再メッキしてやらないといけないんでしょうけど、確かね県内にはないっていうふうに聞いてるんで、
リアのフェンダーもここにゴム製の泥よけみたいのがついてたと思うんですけども、それは残念ながらなくなってますけど、フェンダー自体はね綺麗なんです。前と同じで。しょっちゅうヤフオクでなんかいいのないのかなっていうふうに毎日のように見てるんですけども、でその中の K3 もチェックしているオートバイの中の一つだったんです。でもとてもじゃないですけども手が出るような状態でなかったんですけども、たまたま安い K3 CB125 が出てたので思わずポチッと衝動買いしてしまいました。でクラッチを握ってみると程よい抵抗があって、これなら多分クラッチが切れてるなっていう感じですね。動作できているっていう感覚です。結局はその古いバイクとか車を買うのってタイミングなんですよね。いくら欲しいと思っててもちょうどいいバイクがあるとかないとかことになってますので、新車みたいにお金さえ払えば買えるっていうもんでもないので、それがたまたま安く出てたので、もうそれと、出品されてる方も近県近くの方だったんで、これならどうにかなるっていうことで思わず、入札しました。でもね、当然、ヤフオクで高いものにはさして理由はないですが、安いものには安いなりの理由があるということ。ちょっとなんていうかな、最近YouTube とかでヤフオクの闇とかで出すんですけども、そういうんじゃなくって、批判する気は全くないです。基本的に納得の上で買ってるので全く批判する気はないです。ただ客観的に見てボロいところはボロいというふうに言いますけども、エンジン自体は錆びてきて塗装が浮いてきてしまってるんです。白い粉が吹いてきてるような状態ですね。フロントタイヤは使い物になりません。ガチガチに硬いですしパンクしてます。ここなんか変形してますからね、タイヤが。これはもう使い物にならないです。批判する気はないので、それで見ていっていただければと思います。じゃあ、あとね、一応このバイクエンジンはかかるっていうふうに聞いてます。ちょっと怪しいところもあるんですけども、セルは回りません。今の現状っていうのをどんどん見ていって、最終的に今後の方針、エンジンがかかるっていうのを確認した上で今後の方針を決めたいなと思っています。このクリップカバーっていうのは珍しいですね。この布製のクリップカバー、ちょっと汚いのでこれをそのまま使うかどうかは分かりませんが、ちょっとびっくりするようなクリップカバーがついてます。前オーナーさんが少し手を加えてくれてて、例えばこのコック、これも新品になってますし、プラグも新品に交換してるらしいです。でエンジンオイルもさらに交換してるみたいなので、もうそのまますぐにエンジンがかかる状態になっているようなので、今からエンジンかけたいと思います。マイナス端子を外してるって聞いてるので、接続してエンジンの始動を確認します。けどこのシートがどうやったら外せるのかが実は分かってません。普通はね、こちら側にシート用の鍵を挿すところがあったりするんですけども、それも見当たらないんで、どこにあるんだろう、分かんないですね。動きますね。動きました。後ろに開くんですね。でこれがシートを固定する金具ですね。マイナス端子を接続します。キーシリンダーが横についてます。これも昔っぽくていいですね。コックをオンにします。これでかかるはずです。
初爆は来ましたがかかんないですね。プラグを確認します。これはプラグがかぶっています。これあんまり良くない兆候ですね。プラグを掃除して再始動を試みると、かかります。でも止まりません。2000回転以上回らなかったエンジンが突然回るようになりました。それでどうしてエンジンが回るようになったかというと、ヘッドライトです。ヘッドライトを消すとエンジンが回らないのに、ヘッドライトをつけるとエンジンが回るんです。ヘッドライトを消します。でヘッドライト、消えちゃった。ヘッドライトをつけますね。ヘッドライトをつけているとアイドリングも安定しています。ご覧いただいたようにエンジンもかかりました。でちゃんと回ります。ただヘッドライトをつけるとエンジンが回るのに、ヘッドライトを消すと2500回転ぐらい、3000回転ぐらい以上全然回らないんですよ。これってどういうことなんでしょうかね。そんなに電気系統とか全く詳しくないんで、もう皆目見当もつかないんですけども、これ原因分かる人いらっしゃったら是非ご一報ください。今見ていただいたように、とりあえずエンジンもかかったしきちっと回るというのが確認できたので、真剣にレストアをしたいと思います。一応エンジンはかかりますけども、気になるので一回キャブレターは分解して中の様子を見たいと思っています。あと電気系統はどうしたらいいんでしょうね。配線見てもわからないし、僕多分わからないと思うんで、なんかいいアドバイス本当にいただけると助かります。あとはなんていうかな、バイクとか車をきれいにするのが大好きなので、できれば塗装はこのままの状態保ちたいんです。オリジナルの塗装だと思ってて、フロントフォークもタンクも後ろのリアショックも同じ色で、そんなに悪い状態でないので、少し表面を、研磨してクリア塗装をしてですね、これ以上錆が進行しないようにしたいと思います。ただこのへこんでるところ、これだけはきれいに直したいなと思ってるんですけども、それで全体的にもう一生懸命磨いてどこまできれいにできるか、もうなんなら全部一回バラバラにしてフレームの塗装から始めようかななんて思ってます。とにかく気に入ってる、このスタイルが気に入ってますので、外観だけでもピカピカにして、昔の状態を取り戻してあげたいなと思ってますので、皆さんも今後このバイクがどういう風になるかっていうのをぜひ、楽しみにこの続きをご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録とコメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。